Big Love リオです。今回は THC を食べてみたいと思います。HHC が規制された後、HHC がいたポジション、つまり合法のカンナビノイドの位置にスッと現れたのが THCO。HHC と同じように発見されたのはずっと昔なんですけれども、法で規制されていないことが分かって最近市場に出回るようになりました。THCO って何ぞやっていうことを一生懸命文系の脳みそで調べてみました。THCO は THCO アセテイトの略で、HHC が THC を水素化したもの。THC の化学式をちょっと変えることによって法をすり抜けてるのと同じように、THCO も THC をアセチル化することによって、THC じゃないものに変えることによって法をすり抜けてると。HHC が THC の効き方とはちょっと違ったのと同じように THCO も THC そのものの効き方はちょっと違うみたいなんです。ネットで見るところによると THC の3倍の強さでサイケデリック作用もある。容量以上に摂取しすぎるとバットに入り動けなくなっちゃう。まあこれは他のサイケデリックスでも同じなんですけど、 THCO って危険なんじゃないかっていうデータもあって、アセチル化したものを熱して吸うとケテンという有害物質が発生して、つまりベイプで加熱して吸うとケテンという化学物質が肺気腫のリスクを高めてしまうっていうデータがあるんです。でも肺気腫のリスクってのは加熱した時に出るっていうことなんで、じゃあ加熱しないでそのまんま食べちゃえばいいじゃんっていうことで、今回はオイルを業者の方にいただいたのでクッキーに染み込ませて食べたいと思います。にゃこさんという方の THC オイルを試したいと思います。このケースをパカッと開けると、ここに注意書きがしっかりと書かれていて、例えば電子タバコで吸うと健康を害する可能性がありますよってこととか、普段俺が口を酸っぱくしていっているセットとセッティングのことも書いてあって、乗り物の運転や外出飲酒運動や火や刃物の取り扱い、その他危険物の取り扱い、その他危険な行為はおやめください。いろいろとショップを見た感じ、他の合法の天然サイケデリックスも扱ってらっしゃる方で信頼できる方だなと思ったので、今回はにゃこさんの THCO オイルを食べてみます。クーポンコードシャーマン利用を見た、もしくは DM やメールでシャーマン利用を見たってお伝えしていただくと少し安くなるみたいです。今回のレポート見て興味ある方はぜひ試してみてください。概要欄ににゃこさんのリンクを貼っておきます。ということで早速試していきたいと思います。はい、時刻は1時35分ですね。今回は今まで HHC とかサボテンとか、事前にやったことあるものを動画で検証するって感じだったんですけど、今回はマジで初めてやるんで THC に関しては、ちょっと楽しみ半分とどうなっちゃうんだろうっていう不安っていう、不安は全くないですね。とにかく楽しんでいこうと思います。ではいただきます。このまずオイル自体にめっちゃ本物っぽい味がしますね。いいテルペン使ってる感じ。アムステルダムで食べた大麻クッキーみたいな。それではここから経過を見ていこうと思います。はい、時刻は50分前ぐらい、だいたい25分ぐらいですかね、経ちました。もう効いてます。で、なんならもう食べた10分後ぐらいにはポワーって効き始めてて、なんか眠る前の気持ちよいまどろみの中みたいな感じ。あんまり言葉はどんどん回らなくなってる。相変わらずめちゃくちゃ聞きやすいんですよね。引き続きレポートしていきます。僕は2時15分50分ぐらい経ちました。はい、控えめに言って超いい感じ。ふわーってこの辺が柔らかく広がってる感じですね。前回の CBN よりはもっと明らかに体感が強くて、まだ50分だからこれからもっと範囲になってくるんだと思うんだけど、この辺ですね。このサードアイらへんからガーってこう温かいエネルギーが放射状に広がって、で目を閉じると太陽みたいにエネルギーが見えるんですよ。ちょうどこうイラストの日の出みたいな感じで、ここに水平線があって、ここに太陽があって、ピカーっていう感じ。はい。
今んとこ超ハッピーです。ということで引き続きやっていきます。はい、時刻は2時30分。1時間経過ってことで、めっちゃいい感じ。まあ初心者向けではないかな。ほんとさっきからね。まあ初めてやる人は絶対誰かと一緒がいいよね。こう、ふわーっと、ぐわーってこう今こう、体が後ろにね、引っ張られるようなこう、なんつうかな、この、重力っていうか引力っていうか、ストーナーな感じですよね。やっぱマリファナってこう、本物の方もガーってこういっぱい吸うとガーってこう重力がこうビーってグラビティな感じ伝わるからね重力がグラビティな感じに今めっちゃ俺なってて、初めての人はいきなり食べるとちょっとこれにびっくりしちゃうかもしれないから、でもそれ自体はすげえ超いい感じ。もう子供の頃の俺のことを思い出して、俺めちゃくちゃ目立ちたがり屋で、もともと目立ちたがり屋で、かつ人から変って言われるのが大好きな子供で俺何も変わってないなっていう、このいや空中戦っていうさ、結構変なさ、もうへそ出しちゃうようなさコスチュームのバンドやっててさ、でまあだんだんこうね、その大人っぽく服装とかも衣装とかもさ落ち着いた感じになってさ、ちょっとまあかっこいい感じでこう大衆に向けてやっていくみたいになって、そういうことするのが普通みたいなんだけど、であの時が俺にとって一回、俺会社員やったことないんだけど、一回会社員になるみたいなのが多分俺にとってあれで、一旦こう自分軸じゃなくて他人軸にこう行って、まあレコード会社のその売れるっていう戦略、まあ大衆に合わせるってそういうことなのかなみたいな風に言って、で今こうそれやめて独立して好きなことをやり始めて、どんどん本当の自分を取り戻していったんだと思うんだよね。もう子供の頃から、変なやつだった俺は。もう虫が大好きで、なんか変にこう、その普通になろうとする癖みたいなのは俺にもあるなって、今すごく内省的になってて、本当にそうやって子供の頃を思い出して、自分らしく生きようっていう風に思ってました。これ本当にうつ病の人を一発で治す破壊力があるな。このポジティビティのビッグウェーブね、バーンってこうポジティブな波にブワーンって感じ、もうはーって大きなポジティブバイブスウェーブが来て、これ本当にうつ病だった時の俺にこれやらせたいね。抗うつ剤とかそんなものよりも本当にもう抗うつ剤って本当飲み続けなければ効果ないんですよ。半年とか長い期間飲まなきゃいけないんだけど、これは本当に一発でもう分かる。どうやってこのポジティビティの波に乗せるかっていうさ、考えてネガティブな状態の時って思考でポジティブの方向に持っていくの超むずくない？考えれば考えるほど左脳的にどんどんネガティブな言葉の迷路にこう入り込んでしまって、さらに自分の心もギュッてこう締まって、でこれはそのやっぱね、言葉じゃなくて感覚でバーってこう気持ちいいとかに持っていけるから、うつ病の人絶対いいと思います。感覚でネガティブを直せるっていう感じ。引き続きレポートしていきます。はい、時刻は今何時だか分かんない。ちょっと待って。はい、今時刻は3時8分。はい、今時刻は3時8分って言った後、もう一度時計を見に戻ってまた同じように3時8分っていうくらいはになっちゃってるんですけど、超いい感じ。今俺何考えてたかっていうと、もう俺どんな自分でも愛せるなって思ってたんですよ。本当に。もう自分って宇宙で、変幻自在でどうにでもなれて、無限の可能性を各々が秘めてて、もう魂のすごい深いところに誰しも宇宙を持ってて、で宇宙だから可能性しかなくて、それは本当に自分次第で広げることも留めることも制限することもできて、だからまあ本当に可能性って本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。俺マジでガチで現実って幻想だと思ってるんですよ。幻想ってのはそのネガティブな意味でなんかこう薄っぺらいまがいもんで幻想って言ってるんじゃなくて、
現実って本当に形なきものだから、変幻自在で、だから自分の好きなようにカスタマイズできるもんなんだよっていう。だから自分の潜在意識ってもうイコール世界なんですよ。潜在意識は本当に、世界は自分の潜在意識の鏡そのもので、だからそこを書き換えちゃえば自分を変える、自分の魂を、潜在意識を書き換えるってことは本当にマジで文字通り、まだこれ科学が追いついてないっていうだけ。本当に潜在意識を書き換えれば現実って書き換えられるんですよ。だってここは俺たちの宇宙だから。どう認識するかが全てなんですよ。この世界を作ってるのは神様でも、イルミナティでもなくて、この世界を作ってるのは俺たちの認識そのものなんだぜっていうことなんですよね。だから認識の仕方さえ変われば、もう本当に世界はいかようにも変えることができて、で、どう認識してるって、自分の力だけではなかなか気づけないから。そういう時にサイケデリックスってのは本当に便利なんですよ。サイケデリックなんだよ。潜在意識が現れるって書いてサイケデリックなんですよ。だからサイケデリックスを摂取して自分の潜在意識の世界、ここは今俺の潜在意識の世界の中に入ってる。ダンって。これまで気づかなかった気づきとか自分の長所とか忘れていた思い出とかいろんなものがバーって込み上げてくる潜在意識のアーカイブみたいなエネルギーの世界に今俺はバーンってこう浸ってて、で、これは本当に誰しもが入るべき世界、自分自身のことだから自分自身のことはもっと深く知るべきじゃない？魂も含めてさ、血液型どうとか誕生日どうとか自分の顔どうとかどういう眉毛してるとかってだけじゃなくて、自分のハートの形がどんな形で、魂がどういう形状をしていて、何が好きで何が嫌いで、どんな思い出が、どんな過去性がここに詰まっててってのを知っていく方が美しくないですかっていう話。だからそういう潜在意識の世界を知れば自分の現実っていかようにも変えられるっていう。時間何分だかもうわかりませんけど、まあ後で動画確認すれば見えるわけじゃない？まあ時間の概念なんてない世界にはいるわけだけどね、今ね。時間ってなんだろうね。本当に伸びたり縮んだり。時計が時間ってわけないよね。時計はこう一定のリズムでカン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 って。で、あれはビートマシーンってことよ。あのビートマシーンを、BPM いくつかを時計っていう風に強引に言ってるだけで、あれが必ずしも時の流れであるわけないよね。だってこう、タン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 って流れてないじゃん。これ食う前と今とで、時間の流れ方ってもう違うけど、時計の流れはこう喋ってる間も一定のリズムを刻んでて、カン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 。時間ってのはもっと流動的で、ダリの絵ってそういうことだったのか、時間が流動的であるってことを、あれはダリの絵って多分そういう意味だ。時計は溶けてるってそういうことか。時計なんてこういうことだぜっていう時計の本来の姿を3次元からちょっと上にこうアセンションして眺めた姿がダリナの絵っていうことだ。気づいちゃった。これタバコじゃなくてね、松の葉です。松の葉を知ってます。特に酩酊作用とかはないんだけど味が美味しいんで浄化にも使えます。炭酸水がうまい。超酔っ払って気持ちいい時みたいな。これね、お酒の超酔っ払って超気持ちいい時なんだけども、その不快な要素がゼロみたいな感じ。なんか体がこう重くなったり、気持ち悪くなったりとかって、お酒飲みすぎたらすると思うけど、これね、めっちゃ酔っ払ってるように見えるじゃないですか。普通に立とうと思えばスッと立てて、で、パッとこうやって左脳に切り替えて普通に接することもできる。目は結構赤いね。そう。まあ、いいんだよ。レッドアイズブラックドラゴンふざけてる俺。いや。All I need is love.
声に音楽っていいよね。本当に音楽って素敵だよね。本当に音楽ってのはいいんだ。はい、時刻は4時、1時間半ちょっと経ちました。だいぶ乗りこなせるようにはもうなってて、やっぱりすごく波が高いから、ファーってこう広がる方にチューニング合わせれば、もうどこまでも瞑想とかしてとろけることができるし、でシュッとこう元に戻してこういう風に左脳に入って喋ることもできるっていう。でもまあこれはいきなりは無理だったと思います。初心者の方はもっと超少量ずつ試すのがいいかな。時刻は5時半くらい。あの後マンチでお腹がペコペコになって、これも全部家にあって健康的なお菓子食べてしまいました。まあ拒食症の人にもすごく効果があるのかなっていう感じ。まあアメリカではまあ太ってる人、肥満がすごく増えてるから、大麻解禁された時にみんな運動不足気をつけようねっていう。これから今のふわっとしたこのグッドフィーリングを音楽で表現したいと思います。はい、ということでとってもメローでまったりでレインボーカラーが見えそうなぐにゃーっとした演奏でした。いかがでしたでしょうか。やっぱ音楽にもめっちゃ入りますね。聞こえ方もすげえ入り込むし、普段聞こえない音がこのピカーンって音のピカーっていうピカーの先のざらつきが耳で触れるみたいな。ピカーのその表面、音の表面のざらつきを鼓膜で感じ取ることができるみたいな。伝わりますか。まあすごくとにかく鋭敏になってるって感じです。引き続きレポートしていきたいと思います。はい、時刻は6時45分ってことでほぼほぼ終わりました。もうあと下がっていくだけっていう感じで、だからまあ合計で5時間ちょっとですか。5時間ちょっとずっとハイだったって感じで、まあまとめに入ろうと思うんですけど、 THC を食べるとやっぱすごく強烈で、いい意味ですごく強烈ですね。初心者の方はこれはかなり慎重にやった方がいいっていうのはすごく強調して言いたいんだけれども、俺が感じたのはすごく癒す作用ですよね。バーンってこうポジティブな波に強制的に持ってってくれるから、自転車乗り方分かんなくなっちゃって、ちょっと鬱になってネガティブ入っちゃって自転車乗り方分かんなくなっちゃった時に補助輪になるみたいな、補助輪がついて、でポジティブにまたこう自転車こぎ出すいい感じのやり方を教えて、また再確認させてくれるみたいな。でこれでシラフ戻って明日から前うつだった人はもうちょっとこういう風にしようとか、こういうのはちょっと無理しちゃってたからやめてみようとか、いろんな気づきがあって、そのままどんどんうつが改善されていくんじゃないかなっていうトリップでした。でサイケデリック作用があるって聞いてたんですけど、それはそんなにその視覚的に何かこう模様が見えるとか、目閉じてたらパーって明るいのが見えたりしたんですけど、物の見え方が変わるってことはなくて、音の聞こえ方とあとマンチ、これはしっかり体感したなっていう。ですごく内省的になって、いろんな自分の
改善点、これこうしたらもっと気持ちよく生きられるよねっていうところがいっぱい見えたりしたのは結構サイケデリック的だったなって思いました。やってみていろいろ悪い噂も THCO は聞いてたんですけど、吸ったら確かに肺に悪いのかもしれないけれども、食べたら結構いいものだな、結構食べる人の心を魂を癒してくれる素敵なものだなっていうふうに俺は思いました。興味ある方はぜひリンクからにゃこさんの THC オイル試してみてください。ということで最後にラーブをお送りして終わりたいと思います。このラーブ、中国では気と呼ばれていて、インドではプラーナと呼ばれていて、シャーマリオの世界ではラーブと呼ばれております。本当に愛もエネルギーも気も目に見えないだけで至るところにキュン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 って存在していて、最後はそのラーブを画面の向こう側の皆さんに今 THC を聞いてすごく機能感覚が高まってて、やっぱサイケデリック作用がある変性意識に、サイケデリックスで変性意識入ってる時って気をすごく感じやすいんですよ。ぜひ次これを見てる方、サイケデリック体験をする機会があったら呼吸にフォーカスして両手の間に温かいものをビリ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 イメージしてみてください。きっと感じて、それを感じたらばどんどん大きくしていって、吐く息で戻して吸う息でまた広げて、吐く息で気を濃縮させて、画面の向こう側の皆様にビッグラブをお送りして終わりたいと思います。それではいきます。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。